ご視聴ありがとうございます。車やデイリーライフチャンネルです。今回の車はですね、水食いですね。ただ結構激しく水を食ってたみたいで、補給類外してる状態でもうエンジンの中から水が出てくる状態でした。で、今流れてるのは、エンジン組み上がってからの状態ですね。で、一度エア抜きの方も終わって、エンジンかけたところですね。ではこれからエンジン分解の方をご覧ください。液マニを外した状態で結構ここから水が出てきたんで、ちょっと中の方を覗いてみると、もう中にクーラントが溜まってますね。で、こっち側がフロントですね。現状はこんな感じなんで、これからエンジンの方をばらしていきます。フロントカバーの中は比較的綺麗でしたね。で、このステーショナリギアの方が、フロントもリアも結構外れづらいんですけど、最近いい方法を思いついて、こう上下に揺すってやると出てくるんですよね。で、これで抜けました。もう20年以上組んでますけど、今更気づきましたね。リアのステーショナリギアも同じように揺すってやると、こう浮いてくるんですよね。これで簡単に外れます。では、リアハウジングの方を外していくのですが、こんな感じですね。こっちはそんなに入ってなさそうですね。ローターハウジングを見ても、そんなに入ってる様子はないですね。そうですね。リアの方はほとんど入った形跡がありませんね。ってなるとフロントの方だと思います。
では、インターメの方を外していきます。あ、こっちは入ってますね。もう中濡れてますね。ローターハウジングにも水がついちゃってますね。ただ、ローターの方の錆とかはなさそうなので、で、ここですね。おそらくここが切れちゃって水が入ってたんだと思いますね。他のこっちは特に、そうですね、大丈夫そうですね。ってなると、そうですね、フロントハウジングの先ほどの部分から水が入ってたと思います。と、確認のためにスクエアリングの方、ちょっと先に外しちゃいたいと思います。そうすれば肩が落ちてるかどうか分かりやすいので。肩の方は落ちてなさそうですね。だいたいこの辺と、あとここと落ちやすいので、こことここですね。あとここが比較的落ちやすいです。こちらはフロントのローターですね。こっちはローターハウジング、フロント側ですね。こちらがリア側。で、インターメのスキュアリングは大丈夫そうで、これがリアローターですね。リアハウジングも大丈夫そうですね。今回のエンジンなんですが、スクエアリングが切れてて、その部分から水が入ってたようで、サイドハウジング自体にはダメージはなかったですね。で、お客さんの方もそんなに無理した乗り方はしないということなので、サイドハウジングの方はそのまま使用させてもらう形で組み上げました。一度エンジンをかけて、一回温めてエア抜きの方をして、2回目の指導ですね。で、こちら白煙の方は大丈夫ですね。サイドハウジングが歪んでると白煙がもくもく出てきますので、じゃあちょっとメーターの方を確認して、ファーストアイドルも上がってますね。ではここからエンジンが温まるまでカットしていきたいと思います。はい、エンジンの方は温まりました。ここの関門を下に下げてもアイドリングは変わりません。で、ここもしっかり温まってますね。なんかもともとちょっと詰まってたみたいで掃除してくれって頼まれたんですけど、ちょっと掃除したら通りましたね。で、メーターの方もこんな感じで、アイドリングがちょっと高いので、少し下げる調整を入れたいと思います。温まった状態での白煙も大丈夫ですね。
では今回はこんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。